は。久しぶりの休日です。もうすでにワクワクしてる。眠いけど。最近ね、朝のルーティンにラジオ体操と筋トレを追加しました。健康に近づいてる気がして、今日一日頑張ろうっていう気分になれるので最近やってます。なんかこういうさ、ゆっくり飲み物を用意するような時間って大切なんだなっていうのを今ひしひしと感じてますね。なんか最近ほんと飲み物とかも麦茶適当についで終わるみたいなことが多かったので、こうやってなんか丁寧にコーヒーを入れてるっていうだけで満たされていくものがありますね。もう久しぶりに作るからミスっちゃった。幸せ。さあ、というわけで今から毎回恒例マインドノートのお時間です。なんかね、昨日夜眠る時にあれが来たいな、これが来たいなとかって思いながら寝たんですけど、その内容を今も奇跡的に覚えてるので、その記憶があるうちに書き留めておきたいなと思います。こういう感じでね、朝のうちに大体のやることとなんか買うものとかを決めます。私の場合はこういうのを書き出しておかないと一日を無駄に過ごしてしまいがちなので、いつも朝作ってますね。過ぎ去った一日は戻らないのでね、今日もせっかくの休みを無駄にしないように一旦書き出していきたいと思います。さて、お勉強をしていきましょう。今日は4章まで終わらせたい。2時間ぐらい頑張ります。今ね、煙突町のプペルのミュージカルを見てたんだけど、これね、公式から公開されてるYouTube で見れるやつなんだけど、もう本当にいつ見ても泣いちゃう。これね、映画も2つ出てて、どっちも劇場に見に行ったんだけど、本当に個人的にすごく救われる作品ですね。でも最近考えてたんだよね。救われるってどういう状態のことを言うんだろうって。なんか多分人って簡単に救われもするし殺されもするじゃないですか。なんか私自身も何かの歌詞とか誰かの言葉とかこういう作品のセリフとかそういうものにすごく心を救われたような気持ちになったり、あとこういうね動画を通して私がコメント欄とかでとねむさんのこういう言葉に救われましたとかって言っていただけたことが何度かあるんですけど、それめちゃくちゃ嬉しくて、でも同時に私の言葉の何がそうさせたんだろうっていうのをちょっと考えたんですよ。多分だけど人間何かしらの鎖につながれていて、頭の中にこうでなければいけないっていう型があったりすると思うんですよ。だから今の状態ではダメだとか今の自分ではダメだってなんかどっかしら思ってて、それを改善するためになんか目標を立てたりゴールを決めたりみんなしてると思うんだけど、なんかそういう中で何かしらの歌詞とか映画とか誰かの言葉とかで間接的に今の自分の生き方、考え方、頑張り、そういうのを肯定されて楽になった時、今のままでも十分なんだって思えた時にその人に救われたっていう風に私たちは表現してるんじゃないかなっていうのを思ったんですよ。
つまり何が言いたいかというと、今が苦しくて自分で自分を救いたい時は、今の自分でも十分なんだよって自分に思ってあげることが一番重要なんじゃないかなみたいなことを考えてました。よいしょ、重た。まずい、潰れてる。潰れちゃう。やばい、潰れまくってる。これが普通なのにやばいそういう時もある。いっぱい買ってきたよ。計量スプーン、なんかちっちゃいサイズも買いました。おお、だいぶ買ったね。冷蔵庫入れます。さてお昼ご飯にします。前回の動画で作ってからグリークヨーグルトにめっちゃハマったので、今日の昨日の残りを食べたいと思います。お昼ご飯完成しました。手を合わせてください。いただきます懐かしい。もっちもち、美味しい。さて読書時間にしようと思います。今日はこの本を読みたいと思います。習慣化の本ですね。これね、途中まで読んでて、ボタンクリップね、この間作ったやつ相変わらず活用してます。で途中まで読んでてめっちゃ面白いので、ちょっと早く続き読みたかったんだけど、マジで全然読む暇なかったので、だからようやく読める感じがして嬉しいです。ちょっと太陽光眩しすぎたのでね、カーテン閉めちゃいました。今ね、すでに習慣化できていることと、これから習慣化したいことっていうのをなんかそれぞれ書き出していってます。この本ね、一応習慣の実践マニュアルっていう感じなので、自分の生活に取り入れたいなって思う部分も多くて、なんかいろいろ整理中っていう感じです。数学とかすごいもんね。だけじゃん。塩分チャージ。時をかける少女めっちゃ面白い。私結構好きな感じかも。私夏になるとちゃんと夏の作品が見たくなるタイプなんですよ。夏が舞台の映画とか小説とかアニメとか、今年もそういうのをたくさん見てて、であと曲もサマーソングしか聴いてないんですけど、なんかそうやって自分からこう夏を摂取しに行くことによってよりこう四季の彩りを感じられるみたいな、なんかそういうのが好きなんですけど、それもあって時をかける少女もね、夏が舞台のアニメなので、なんかこの夏が終わるまでに見たいっていう気持ちがすごいあったんだけど、無事見れてて嬉しいのもあるし、ちゃんと私好みで、今日は本当にご機嫌です私私は映画とか本を読んだら必ずノーションっていうねアプリに記録するようにしてるので、今日もなんか見た日付とか自分の評価とかジャンルとか感想とかそういうのを書いています。なんか年間映画100本見る時とかもあるので、ちょっと記録してないとなんかいろいろ分かんなくなっちゃうんで、これは欠かさずやってますね。
作ろうと思います。今日はチキンのトマト煮を作りたいと思います。やっぱ意外と時間ギリギリ、急いで作んなきゃ。いただきます。おいしい。うわ、おいしい。自分天才かも。お風呂上がりました。休日らしく夏らしく久しぶりにアイスを食べたいと思います。嬉しい。いつぶりかわかんないや。パッコのレモン味、一応評価にしました。おいしい。明日からまた日常が始まるって思うときついけど、みんなで一緒に頑張ろう。本当に皆さん今週もお疲れ様でした。疲れたそう、今週お疲れ様っていう意味も込めて、本当は毎週金曜日に動画投稿したいんですよ。なんかまだ難しくて、なかなかこう週1投稿っていうのは実行できてないんだけど、とりあえず2週間に1回は金曜日に動画投稿できるように、編集とかいろいろ頑張りたいなって思ってるので、今後もご視聴いただけますと本当に嬉しいです。この話何回するのって思われそうだけど、本当に視聴者さんのコメントが私のモチベーションの全てなんですよ。すごい温かいお言葉とか嬉しいコメントをいただいて、本当に救われてるんですよ。それこそなので本当にいつも読んでます本当にありがとうございます。最近夜眠る時に流してる睡眠用 BGM なんだけど、これ田舎の夜っていうタイトルの、なんか虫の声とか川の音とかがするやつなんだけど、落ち着くみたいで私なんでかわかんないんだけど、これ流したら割とすぐ寝れるっていうのがあって、ずーっと流しても朝まで流れてる時とかもある。これをね流しながら寝たいと思います。さて、夜の保湿タイムですね。唇はもうずーっと切れる。それからハンドクリームは一番お気に入りのね、このマークス&ウェブのやつが本当の残りカスみたいなのしかないので、最近はなんかドラッグストアで適当に買ったこれを使ってます。ちなみにハンドクリームはもう無香料が大好き。もうリップクリームも何でもかんでも無香料が一番好きです。